そうだよ。じゃあ、なくしちゃった自分を見つけられますように。あれ？僕は永久であってキューベイじゃない。願い事をする対象ではないよ。そうなの。同じだと思ってた。なんだって？僕という個別の作品をあんな量産品と混同するなんて。君は正気なのかい？これはアイデンティティの否定であり、尊厳の虐待だ。尊厳。大体見た目だって全く全然全てが違う。この鮮やかなライトグリーン、そこから漂う知性と品格。品格って絵の具の匂いのこと？はあ、そもそもキューベイが願いを叶えるのは魔法少女になる際の1回だけだよ。あ、じゃあ私はもう魔法少女だからダメなんだ。そういうことだね。それに自分の望みだというのに他人に頼るのは甘えでしかない。願いは自力で結実させるからこそ叶えた結果に意味があるんだ。願い事には結果があって、結果には意味が必要なの？正確には意味は生まれてくるものだよ。ただそれがどんな結末だって願いの果ては美しいけどね。難しいことはよくわからないけど、永久はキューベイじゃないから願いを叶えられないんだね。まあ僕にあるこの緑色は植物由来のものだから、願いは無理でも耳を絞ればマスカットを出すことができるよ。マスカット？甘くて水分量が豊富で美味しい食べ物のことさ。ツヤツヤで綺麗なものが多いからきっと君も気に入ると思うよ。へえ、よくわからないけどすごい。まあ嘘だけれどね。どうだい？キューベイなんかにこんなユーモアはないだろう？結界の中みたく魔法少女に変身できないか試してる。そういえば詳しく教えていなかったね。あくまで僕の推測だけど、君は自由に変身できないはずなんだ。でも結界の中では違う子になれたよ。それは君が結界の中で異質な存在にならないためさ。なんだか難しそうな話。気になるけどわかるかな？どうだろう。噛み砕いて説明すると、まず記憶の光に込められている魔法少女の姿と、その光が見つかる結界を訪れた魔法少女は共通しているんだ。つまり君がそのまま入っても共通しない異質な存在になる。だから共通する魔法少女の姿を借りて憑依しているんだよ。それが変身？わかったかい？わかったような気がするけど、誰かじゃなくて私も変身してみたかった。あの結界についてはまだわからないことだらけだ。
いつか僕が中に入って調べられたら、自由に変身できる方法がわかるかもしれないよ。それに、自分の姿を持たない魔力の塊のような君だからこそ、結界に立ち入ることができているというのは確かだ。今は無限の可能性がある自分を誇っておこう。誰かになることは可能性？誰かを知ることが可能性なのさ。そのおかげで記憶の光を集められているんだからね。わかった。今は次にどんな姿になれるかを楽しみにしておく。多くの結界に足を運べば、きっといろんな姿になれるよ。平たく言えば、窓の向こうにある記憶から姿を借りているみたいなことだからね。じゃあ、その場所にいた人なら変身できるってことだよね。理解としては近いかな。正確に述べるのであれば、永久にならここでなれるかも。この場所には永久がいて結びつきもあるから。いや、そういうことではなく。やれやれ。記憶の窓の向こうじゃないと無理なんだけど。ぬぬぬぬぬぬ。早とちりや思い違いが多いのは君の困ったところだね。僕、それは科学の話かい？それとも哲学かい？ビッグバン？約138億年前に起きた大爆発。宇宙の始まりのことさ。そこで光を含む素粒子たちが生まれたから、光の原初といえばそれになるんじゃないかな。人間が生み出せる光という観点では火だと思うけれど。じゃあ、灯台に火をつければいいんだ。意味がわからない。なんて恐ろしいことを言うんだ。記憶の光は火じゃないの？光っていうのは記憶の光のことだったんだね。うん。だから試しに火をつけてみたら。いや、だとしてもダメだよ。二度とそんな恐ろしいことは言わないでくれるかな。わかった。まったく、この調子だと説明の仕方が難しいね。早とちりからの無謀な実験で灯台ごと丸焼けにされたんじゃたまらない。実験？そうか。何か例を見せれば君でも理解できるかもしれない。何か見ればわかるの？百聞は一見にしかずとも言うからね。ガラス容器と糸を用意して、あとは飽和した水を準備しよう。実験を始めてからだいぶ時間が経ったね。この様子ならまた推測にはなってしまうけど、君の質問に答えつついい解説ができそうだ。ほら、ガラス容器の中を見てごらん。飽和した水へ垂らした糸に結晶がついているだろう。何の話？忘れたのかい？記憶の光がどこから来たかだよ。気になってたことだ。教えて、永久。よかった。思い出さなかったら徒労で終わるところだったよ。じゃあ続けるね。まずガラス容器に入れた水を
僕たちがいる空間。そこに垂らした糸を記憶の窓の先にある結界。そして糸についた結晶を記憶の光として捉えてみよう。うん。すると空間に散らばった魔法少女たちの記憶が結界に集まって記憶の光という結晶になると考えることができないかい？結界があると見えない光が集まってくる。あ、そっか。散らばった迷子の光がどこに集まればいいかわかる。だからこうやって灯台は魔法少女の魂を導いてるんだ。まだ集まれてない記憶の光は導かれずに不安だね。何か混同してないかい？記憶の光は魔法少女の魂ではなく、魂を集めるためのもので別物だ。不安なら一緒にいてあげなきゃ。勘違いしているね。こちらの話は聞いていないし。私が頑張るんだ。まあいいか。私もいいと思う。そうかな。あはははは。うるさい。あ、君、よだかの言っていることはわからないはずだよね。わからないけどお話ししてた。よくわからない遊びはやめてくれるかな。君たちがノイジーすぎるせいで作業に集中できないんだ。どうしよう。どうしても騒がしくしたいならよそでやってくれるかい？僕は一人で静かに過ごしたいからね。でも永久迷子の光はきっと一人で不安だと思うから、賑やかにしていた方が集まってきやすいよ。だから永久も一緒にお話ししよう。みんながパーティーを好むとは限らない。実際僕は静寂を望んでいるし、孤独を愛しているんだ。永久は一人でいるの不安じゃないの？よだかや君が来る前も一人だったから何も思わないよ。前から一人なの？ずっと昔から？ずっと昔なら一人じゃない期間も存在したよ。3人組でいたことも2人でいたこともあったし、大きな集団に属していたこともあったかな。中でも印象的なのは3人組だった時代かもしれない。そう考えればあの頃と人物像はかなり違うけど、3人という今の組み合わせには少し懐かしさを覚えるね。問題児が多い点も当時と類似するところだよ。なんてらしくないな。懐かしいって何？赤ん坊の君には理解できない感覚さ。